ゲンバーボーン。工場での怪我ビーバーが続出しボットの導入に踏み切った我らのビーバー。さあボットを大量生産するのだ。行き着く先には労働からの解放が待っているぞー。ボット部品工場を建てまし。ボットでボットを作る完全自動化工場を目指すのだ。原料の鉄の在庫がない、精錬場増築だー。鉄を作るスクラップの在庫ももうなくなりそうだ。菜種油の原料の菜種の栽培開始。菜種油はボット用のグリスの原料だぜ。菜種を油にするため搾油機も建設しましょ。油にするのに一手間かかるのな。いつの間にか汚水ポンプで除染してた北西のクレーター、汚染濃度 1% になってた。労働力の無駄出し撤去だな。かっこいい橋が完成。さてこの下に水車設置。と思ったら高さが足りぬ。お約束の無計画設計。泣きながら橋を架け直した。なーむ。ボットの生産が軌道に乗り現在7台完成。ボット生産自動化成功。他工場も筑紫ビーバーと交代だ。とりあえず汚水ポンプにボットを投入。汚れ仕事はボットにお任せ。干ばつ27日到来。もともと余裕だが飲み食いしないボットが増えたからさらに楽勝だぜ。干ばつでも止まらない謎水車の隣に水車追加。どっかから水漏れてんのかな？ほんと意味わからん。ボット生産に使う歯車が足りないので歯車製造所建設。そのうちこれもボット化だぜ。人造湖ができてからここ乾燥しちゃったし、なんとなく盛り土で埋めときましょ。無駄公共事業。ボット組み立て建てまし。ボット生産ラインパワーアップ。菜種油が完成したのでグリス工場建設。ボットがぬるぬる動くぜ。汚水車も増設。ボットの工場とか地味に動力食うんだよな。いっそこっちの動力とつなげるのもありかな？マップ的には真逆の位置。隣の水車できたけど回らぬ。消せぬ。気を取り直して動力合流のためシャフト埋没工事出動。考えで事前に工事したところと合流すれば、サクッとシャフト延長できるぜ。あ、工場周辺はめんどいので、とりあえず足場の上シャフト後方でございます。手抜き？設計を誤り道が繋がらないのず。まあそういうこともある。スクラップの在庫がもうなくなりそう。東南のクレーターまで取りに行くぞー。いや板と丸ただだ余りだからって、それはさすがに無駄工事すぎんか？なんとかなら、多分。適当だな。シャフトの接続が完了して動力の一元化に成功。動力の無駄が減って工場が安定しそうだな。現状500くらい動力の需要が満たせてないから、もうちょい動力増強せねば。そんなわけで汚水車増設。汚水の源の真上か、うまく回るかな？そして夜中に水位調整忘れてたのに気づく。相変わらず学習しないビーバー脳であった。ボット工場近くに他の工場も移設するため足場の建設。ボットの数も21台に増えたし、それなりの自動化工場が稼働できそうだぜ。汚水の溜まってたクレーター部分の組み上げが終了。なおここを干拓した意味は特にない。排水口のとこは動力確保のため、こんな感じで工事中。かなり長いこと工事した甲斐あって、やっとそれっぽい感じになってきたな。ここも考えしてシャフトを埋めようかと盛り土を開始。うわこれは土砂めっちゃ使えそう。無色ボット。町の中心の前でたむろするモヒカンヤンキー。ただいま作業場開放の研究ポイント待ちであります。はっぱー。おいおい交通量多いのに大丈夫かってロボが紙一重でかわしたか。こらこら。現在町の中心前を考え工事中だけど、中心から切り離すと町が機能しなくなるので、道で繋がってない町の中心を新たに作り、壊してから道を繋げることで中心を移転。小細工入りまーす。そんで考え工事が終わったら元に戻します。まあぶっちゃけ町の中心ここじゃなくてもいいんだけどな。お次はボット地区の工場を建設。これでボット量産で使う歯車と板も自動化だぜ。1階部分は資材置き場になってるので、そこそこ効率よく作業できるかな？で工場できるまで無職ボットどうしようかと悩み、もともと工場ある場所で働かせばいいじゃんとなる。ボット地区に工場移転するまでもねえじゃねえか。まああれはあれ、これはこれ。おい。そして精錬場ボットに開放して、爆薬工場を開放しようとしたらポイントが足らぬ。ナンバークランチャーさんがポイント貯めるの待つしかねえな。あれ？こんなところにダイナマイト指示したっけ？とりあえずハッパー。覚えてなくても爆破する。それが爆破ジャンキー。しまったー。これ一斉爆破しようと取っといたやつだー。おい。前のセーブからロードするか。
堅くなに西部ロードを嫌う中の人の判断によりおもらし爆破のまま続行となった。意図かなし。グリス工場が稼働し、ボットがぬるぬる動くようになりました。建設 120% 速度 80% にアップ。ボット増えすぎで工場止めたりもあり、動力の供給が需要に追いつきました。もうちょい水車も増やせそうだし、動力は余裕になりそうだな。あ、アクシオの警告来た。アクシオ久々だな。盗難のクレーターは対策とかしてないから、汚水に触れないように工事計画変更。そういやスクラップ拾おうとしてたな。っていうかすでに鉱山が稼働してたり、さっきのスクラップ拾う意味ほんとねえな。まあなんとなく掃除したいじゃん、クレーター。おい。ではアクシを来る前に貯水したいし、溜めまくったダイナマイト一斉起爆だー。爆破系花火師レイムさんの渾身の爆破をお楽しみください。それでは、はっぱー。久々に、殴るほどの、大、葉っぱ。完全破壊とまでいかなかったけどおおむね満足。さいですか。あ、一個打ち漏らし。安定のボンミスー。いい感じに四角い超巨大貯水槽っぽくなってきたけど、まだ少し段差あるのでこれはちまちま爆破しましょ。まだ爆破すんのかよ。ボット工場区が稼働開始。でも研究ポイント足りないので、もうしばらく歯車はビーバーの手作業。アクシオが来るぞー。水門を切り替えろー。アクシオ29日か、結構長いのが来たな。まあ貯水も過剰なレベルであるし平気でしょ。だな。水源の汚水も水車に流れるようになり、動力がかなり余ってるのでナンバークランチャー追加。アクシオ時の方が汚水増えるから動力も増えるのな。干ばつ中はほぼ動かないここの水車もギュルンギュルン回ってるよ。元気いっぱい。うわぁ、元気ありすぎー。こりゃまたゾンビーバー案件だな。なんてこった。鉱山の金属スクラップ置き場作ってなかったので、なんとなく立体的に牽制越。使いづらそう。見よ、長期間のアクシオが来てもこの余裕っぷり。もうこの街で私たちがやれることも、少なくなってきたのかもしれんな。あとは一通り娯楽施設作って、労働をボットに全部切り替えるくらいかな。この世界の最後の目標が見えてきたな。まあ急ぐ事柄でもないし、のんびり開発しながら研究ポイント貯まるの待ちますか。お、こっちも考えして緑地化か。無色ボットがうろうろできるように。森戸街の中心の前はいつもボットでいっぱい。無茶工事させた結果ゾンビーバー続出、工事中断、この道使用禁止。アクシオ発生からもう8日も経ってるぞ。もっと早く決断してやれよ。さあ声援。こっちは安全そうなので水車を追加。あっという間にビーバーがわらわら集まってきた。研究ポイントが溜まり歯車製造所もボットと交代。無色ビーバーが増えるね。やったね。工事中断のつもりがアクシオ長すぎなので、足場を作って再開することにしました。なお18匹病気になってる。ボット工場区を拡張。無色ボットが17台もあるぞ。ここは追加の歯車製造所にしましょ。なんだっけこの水門。壊しとこ。特に考えず破壊する。これがビーバー脳だ。歯車製造所はこんな感じになり申した。1階と汚水に浸からない地下1階は倉庫になってるぜ。あ、ホームレスがこんなところで寝てる。横でボットがガシャガシャしててよく寝れるな。てか気づかぬうちにホームレス20匹もいた。こりゃ急いで家作りましょ。鳥間隙間にテラスハウス。これだけじゃちと足らんぞ。仕方ないあたおか式倉庫の上に作りますか。縦に伸ばすスタイル。動き遅そうだけど運搬もボットと交代。充電とかもあるから長距離移動は苦手なボット。さあ爆薬も24時間休まず作るのだー。爆薬工場もボットと交代。はっはー。ただいまの爆破をもって西のクレーターこと巨大貯水槽、完成でありまーす。アホほど爆薬使っただけあって壮観だな。あでも端っこまだ気になるかも。まだやる気？序盤に建設し使用用ともあやふやになってきた倉庫たちを解体。まあ田岡式倉庫のどっかに保管されるだろうし平気かな？すまん怪我してるビーバーたちよ、立ち退いてくれー。貴様一体何をする？気がついたらベリー以外の食べ物が在庫切れになってたんだよ。食料工場急げー。未加工トウモロコシはたくさんあるから、工場稼働すればギリセーフ。灌漑用水路の工事が進んでたのでシャフトの埋没工事。意味なくともシャフトは埋める、謎のこだわり。顔色の悪いビーバーがなぜかたくさんいるので、エクササイズプラザで汗を流してもらいましょ。いやそれお前のせいで病気になったビーバーや。追加の汚水車が完成して動力に余裕ができました。汚水の源の真上でも回ってよかったな。
もう一個いけるかな？いやギリダメだ。力技で解決だー。脳筋工事。どんどんだったどんどどんだった。レッツダンシング。ワンモアセ。さあそこの仕事帰りの君も一緒に筋肉休憩だー。筋肉心に祈りを捧げろー。もっとバルクを、カットに切れを。筋肉祭りの翌日は田岡式倉庫の拡張工事。橋の上に足場が作れないので、お気に入りだった橋を足場に建て替えた。長かった29日のアクシオが終了。このマップは分水さえできちまえば、長期間干ばつもアクシオも基本楽勝だぜ。鉱山をボットに解放。まだ怪我してるビーバーいるから、土砂採掘機とかもボットに移行しないとだな。あやべ、汚染されてない水が汚水の排水溝に流れっぱだ。壊しちゃダメな水門を撤去してたことに今更気づくビーバーのダッシュで建設したけど今回は水の貯水がちょっとしかできないかな？長期のアクシオ明けに何やってんだよ。さあ声援。さあアクシオで溢れる前に排水溝強化すっぞ。ほんと終わんねえなここの工事。鉱山で消費するのか加工板の消費が激しいので、木材加工場追加建設。土地が狭くて微妙な位置になっちまった。ここは橋にしようかな？いや見た目もダサいし普通の足場でいいか？ここはアクシオで溢れることも考慮して設計しろよ。あいよ。葉っぱってしまったー。アクシオ始まっとるやないかーい。急いで水門閉鎖しろお漏らししてるぞ。せっかくクレーターの中を1000ゼロのクリーンな環境だったのに。後の祭りてかアクシオ29日の後に連続アクシオとかひどいよ。このマップの貯水量だから平気だけど、他のマップだったら水汲めなくなりそうだ。では連続アクシオにあわわしたところで今回はここまで。ビーバーの3分の1くらいが無職になり自由に、よくやったと思っていただけたら高評価おなしゃーす。ビーバーが遊んで暮らす楽園まであと少し、しかしシティーズスカイラインズ2の発売日もあと少し。果たして発売日前に楽園を完成させることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。